ラのサイズが合いにくい原因についてですが、これマジかーと思ったんですけど、ファーストサンプルが届きました。試着してきます。着替えましたこんにちは、美ボディ研究部部長の佐久間美音です。はい、今日はですね、先日インスタでナイトブラについての疑問やお悩みを募集したところ、サイズ感についてのメッセージがダントツで多かったです。サイズ表通りに買ったのにブカブカだったとか、トップはぴったりなのにアンダーがブカブカとか、そもそもサイズ表に自分のサイズがないとか、特にね、ナイトブラはネットで買うことが多いので試着もできないし難しいですよね。私もみんなで作るナイトブラ企画を始めてから、ほんと胸がすり減るぐらいいろんなタイプのナイトブラ試着したので、サイズ感のお悩みはね、すごく共感できます。でもね、わかるわーって言ってるだけじゃ一向に解決できないので、原因と解決策を探るためにまた私なりにいろんな文献を漁ってみたり、ニューブラ会議でもね、制作チームに質問しまくったところ、工場さんからも裏側の理由をいろいろお聞きして、マジかー、なるほどね、そりゃそうなるわと思ったことが3つほどあるので、今日はそちらをこっそり部員だけに共有して、みんなと作るナイトブラではその問題をできる限り解決できるように概要欄にアンケートもご用意したので、またご協力お願いします。そして最後には制作状況の現状報告もさせていただきますので、今日も最後まで楽しんでいってください。レディゴー。はい、じゃあまずナイトブラのサイズが合いにくい原因についてですが、大きく分けて3つあるなぁと感じまして、1つ目がサイズ表が昭和から変わっていないから。これマジかーと思ったんですけど、JIS企画ってご存知でしょうか。分かりやすい文献がありましたので概要欄にも貼っておきますが、10秒で説明すると、昔アメリカで火事があり、各地から多くの消防団が駆けつけるも火事は食い止められませんでした。原因はホースが各地によって違ったので消火栓に合わなかったからなんだそうです。それ以降世界中でいろんなものの標準化が進みましたとさっていう話なんですけど、JIS企画っていうのはその日本版の国家標準のことです。それが決まったおかげで店によって A4 の紙のサイズが違うなんてこともないし、コンセントとか乾電池とか A 社のは使えるけど B 社のははまらないとかいうこともなく、とっても便利な世の中になりました。そんな流れで衣類も標準化されて、皆さんもよく知っているサイズ表というものができました。ただ衣類に関しては食文化の変化などで年々平均サイズってものは変わり続けているのに、なんと成人女子用医療サイズは昭和60年に改定されて以降変わっていないんだそうです。もしもね、最近変わったとか新情報がありましたら教えてほしいんですが、私が探した限り昭和60年以降は出てきませんでした。なんで買えないのって思ったんですけど、よく考えたら買えるっていうことは、それ以前の商品は全て売れ残りになって在庫をかなり抱えて困っちゃう会社さんとかもたくさん出てくるでしょうし、私のねインスタのアンケート情報くらいじゃ国家企画は動かせるようなものでもないし、火事の例みたいに命に関わるような話でもない贅沢品とかだから、そう簡単に変わらないみたいなんですよ。で、工場も毎度ね型紙を作り直すのも大変だから、その規格に沿った型紙を使って衣類を作るのが一般的なようですが、ラッキーなことにね、そこは絶対そうしないと、規格に合わせないと国から物を売っちゃいけないとか許可が下りないっていうわけではないようなので、みんなで作るナイトブラではちょっと時間はかかっちゃうし、工場さん的にはうわーめんどくさいやつ出てきたーと思われるかもしれませんが、その辺のメンタルはね、良いものを作るためなら私異常に強いので、型紙から物申させていただいております。そして2つ目の原因は、サイズを知らない方が半数以上だから。これも衝撃だったんですが、はいで、こんなね長ったらしい論文出されても読む気しないと思うので簡単に言いますと、そんな大変な流れを経てやっとサイズが昭和60年に改定されたにもかかわらず、その新サイズを使って商品を作ったメーカーはなんとほとんどいなかった上に、おしゃれに敏感な女子大生にアンケートを取ってもサイズについてはそこまで関心が高くなかったと書いてあるんです。昭和だからなのかなと思ったら、なんと2019年の文献でもバスト、ウエスト、ヒップといった主要項目すら把握している人は少なく、平均は M サイズでしょ、着用できてるんだから私も M サイズでしょ。 M サイズの平均はバスト83、ウエスト64、ヒップ91らしい。じゃあ私もそれでくらいの感覚の学生も少なくないと、うそんと思ってインスタでね先日こんなアンケートを取りましたところ、部員の6割以上もご自分のサイズを知らなかった。でもあれ不思議なことにね、お悩み募集したらサイズが合わないっていう悩みが一番多かったのに、まあでもそういうもんなのかな。別に学校で教えてくれないし、サイズ測るのなんて身体測定の時だけって感じですもんね。めんどくさいよね。でもこのチャンネルは美ボディ研究部だから、一生懸命美ボディ作ろうと
思ってくれる方はサイズってめちゃくちゃ大事だから、これはこのままだともしかしたら部長はなんかいいもの作ってくれそうな気がする。自分のサイズよくわかんないけどいつも C カップつけてるし、これくらいっしょ。買ってみよう。あれなんか微妙なんですけど、部長でもダメかーとね、永遠にゴールのない旅に出る方も出てくるんじゃないかなーと。さすがに部長もサイキクソではないから、サイズを測ってない方にもベストサイズをお届けするっていう能力は持ち合わせていないので、部長にできることは一生懸命できる限り幅広いサイズに対応できるようにナイトブラ作っていくので、部員のみんなはせめて購入する前にはサイズをね測ってから選んでいただくことをおすすめします。測り方よくわからんって方はこちらの動画を見て正しいブラサイズを知っておいてください。余談ですけど、この動画ねめちゃくちゃいい内容だと自負しているんですが、露出が高いせいか制限がかかってしまいました。そして原因3つ目は、一般的なサイズ以外は作り手にとってリスクが高いから。工場は一つのサイズとか色とか一つの型をたくさん作れば作るほど1枚をね安く作ってくれるようなシステムらしいので、企業さんとしては一般の方に多く当てはまる体型のサイズのみたくさん作って、レアサイズはちょっと言い方悪いけど無視しちゃった方がビジネスとしては成果を上げるでしょうし、レアサイズを求めてる人がどれくらいいるのかもわからないまま1枚を作る費用もね高くなるのに、頑張って作って全然売れなかったりすると赤字を抱えちゃうことになるし、大きめのサイズは小さめのサイズに比べて脂肪の量も増えて重くなるので、支えるのもね難しくなって、なんかすぐ伸びたんですけどとかフレームも着やすいっていう、もうリスク三昧なので、レアゾーンの方は低価格帯の商品からは無視されやすいっていう現実があります。でも私もレアゾーンだから気持ちがわかるので、できる限り対応してほしいとお願いしたところ、前回の会議風景でお見せしましたが、みんなと私の力を信じてくれて YouTuber っていう利点を生かしてアンケートでどれくらいの人が何カップをどれくらい求めているっていうことが分かれば、限りなくね赤字が出る可能性は減らせるので、レアゾーンも対応可能と言っていただけました。また昭和のサイズ表ではなく最新のデータで作りたいので、よりねたくさんの情報が必要になります。みんなのために本当にいいものが作りたいので、面倒だとは思うけど100均とかにもねメジャーは売ってあるので、サイズを測って概要欄のアンケートからみんなが求めているサイズを教えてください。めんどくさ、私がやらなくても誰かやってくれるっしょだと、みんなそう思って数が減って、特にレアゾーンの方の分は結局作れなくなっちゃうかもだし、あなたの分がなくなるかもしれないので面倒だとは思うけど頼む。続いて、そんなサイズが合わない原因への対策についてですが、これはもうね簡単というか、買う側ができることは2つのみかなと思ってます。お値段が高くなっても大丈夫だよっていう方はもうオーダーメイドで作ってもらうのが一番。いやそんな下着に数万円も出してられないよっていう方は、自分のサイズをしっかり把握した上でひたすらいろんな下着屋さんで試着したり、試着できない場合は無駄になることも多少は覚悟の上で、サイズ表の通りのサイズと一つ上のサイズを購入してみるのが個人的にはおすすめかなと思います。大きいサイズは生理中にぴったりだったりするので、極力ね無駄になりにくいんですよね。もっとね魔法のような方法があればいいんですけど、結局お金かけるか時間かけるかの二択なんですよね。なのでできる限りお値段を抑えて、サイズも探しやすいナイトブラを作れるよう部長頑張りますので、みんなはアンケートのご協力をよろしくお願いします。それでは最後にちらっとミオブラ会議の進捗をお届けしておしまいにしたいと思います。どうぞ。ファーストサンプルが届きました。ちょっと試着してきます。着替えました。引き上げられる感じがまだ足りない気がする。この点がちょっともたつく。なんか形が微妙じゃないですか。フィット感がまだちょっと弱い。あれね、これいいですね。もうちょっと大きなこともいいと思う。じゃあ今の改善点を会議で話し合いましょう。ここの間が開きすぎたってことか。そうです。ではなんか前伸びないってことも改善されますか。生地の売り方向からそれを変えます。これを縦によく伸びるようにしたからって下がる感じにはなる。その分の内を長さを削っていけば、わかりました。完璧です。こちらこそありがとうございます。はい、
こんな感じで順調に進んでおります。一応夏発売予定ですが、ちょっとまた部長がこだわりたくなってしまって、夏っていう期間を優先して中途半端な状態でお届けしたくないので、もしかしたらもうちょっと伸びるかもです。ごめんなさい。多分制作チームにも部長こだわりつえー、めんどくせーって思われてるかもしれませんが、口うるさくマイナス点を指摘しております。なので発売開始についてはまたいろいろ分かり次第お伝えしますね。最新情報はインスタが一番早いので、よかったらフォローしておいてください。それでは今日の動画が少しでも参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また次回の部活でお会いしましょう。バイバイ。